きます。はい、始まる。はい、こんにちは。それからはじめまして。Zoom で参加をしていただいている方にはさっきもスタッフの大西さんとのやり取りは聞こえてたと思うんですけれども、この立ち止まって考える、この京大のオンライン講義シリーズのですね、今日は初日で、午前中、第1回は瀬戸口先生がされたということで、初日のこれが第2回目午後の講義授業ということになります。この授業では私その文学研究家の出口康夫が自己とは何か、我々としての自己とアフターコロナという、こういうタイトルで今日から5回にわたってお話をさせていただきます。この講義の趣旨とか全体のデザインに関してはもうオリエンテーションの時もお話をしましたので、繰り返しませんけれども、こうやってリアルタイムで今やっております。京都も雨です。それでいろいろとですね、皆さんからできれば質問を受け付けて、それと全ての質問にお答えすることは多分できないと思うんですけれども、なるべくそういう双方向のやり取りを交えてやらせていただきたいというふうに思っております。全体としては1時間ぐらいの授業で、今日用意しているところ大体3分の2か4分の3ぐらいのところでちょっと一旦止めて、それまでにいただいている質問等があればそれを大西さんの方からピックアップしていただいて、私が答えられるものは答えるというで、それから残りの部分をやらせていただいて、最後にまた最後のその Q&A の時間を持つという、そういうふうな形で始めさせていただきます。よろしくお願いします。その前にこれ聞こえてるかどうかっていうのを反応してもらった方がいいですか？皆さん聞こえて大丈夫ですか？はい。聞こえておられる、見れておられるということですので、じゃあ講義を始めたいと思います。で、最初これは講義概要ということでもうメディア等でお流ししている情報です。あまりぐだぐだしくは申しませんけれども、講義のタイトルはやっぱり自己ということで、自己とは何かということをこれまでの哲学の議論というものをあんまりくだくだとは見ませんけれども、重要なものをちょっと見据えた上で私自身の考え方を話させていただいて、それについて皆さんのご批評とかご批判も含めて一緒に議論をしていきたい、そういうふうに考えております。大体これが今後の予定ということですね。いちいちご紹介しませんが見ていただければと思います。で、繰り返しですが、やっぱりテーマというのは一言で言うとやっぱり自己であります。日本語で自己、漢字でこれ漢字文化圏では大体通ずる言葉、中国とか台湾ではむしろ自我の方が普通の言葉だというふうなようですけれども、自己自我、英語で必ずしも言う必要はないんですけれども、英語で言うとセルフという、大体これを同じような意味合いで行ったり来たりできる概念として、これをテーマとして、お話をしていきたいというふうに考えております。で、この自己とか自我というのは日常語にもなってますよね。しばしばこの自己というのは私っていうふうに置き換えられます。私はもう日常語っていうか我々頻繁に使っている言葉とか、あと自分というような言葉もあります。日常の中にも当然使われているそういう言葉で、それを哲学的に問うというのはちょっとやっぱり議論のレベルとか次元をちょっと変えるといいますか、こういうような議論を哲学で自己に関してしてきましたという、まず最初にそういったものをざっと見ていきたいと思います。自己というのは単に日常の言葉だけではなくて哲学ので使われる言葉で、かつそれは非常に問題なんですね。もう問題含みで問題絡みの言葉概念で、それにはさまざまな重要な哲学の問題というのはくっついている。もうその自己っていう事柄自体がもう哲学の問題の塊みたいな。
そういうふうに言えると思います。で、いろんな問題があり得て、たくさんあり得る。ここには大きく3つ書いておりますけれども、もっといろんな問題はあり得ると思いますけれども、事故に関するその問題っていうのは大きく、例えばこういうふうな仕方で3つに分けることができます。一つはもう先ほど言いました事故とは何かですね。何か問題。これは事故の本質、本性、特質、事故がどういう存在なのか、存在論的ないしは刑事療学的問題というふうにも言えるかもしれません。で、2番目はですね、事故があったとして、その自分自身はその事故をいかにして知ることができるのか、例えば意識することができるのか、感覚として持つことができるのかという、事故が事故を知る。これ両方とも事故っていうのはもうすでにややこしいんですけれども、事故はいかにして知ることができるのか、意識をすることができるのか、これは認識に関する問題、自己認識に関する問題、しばしば認識論的な問題というふうに言われてきました。で、それから事故っていうのは単にこうであるとか、ああだとかいうだけではなくて、こうであるべきだとか、こうなりたいとか、こういった事故を実現したいといった単なる事実として目の前にゴロンと転がっているものではなくて、内々であるべき、規範とかですね、価値、倫理みたいなものが絡んだ概念、言葉でもあります。なので単に事実として我々はどういう自己を持っているのかというだけではなくて、どういう自己を持つべきなのか、例えばどういう自己を目指すべきなのか、しばしばそういうべきという価値語を伴って議論もされてきました。そういうふうな形で自己とは何か、存在論的形状学的ワット問題、それからどうやってそれを知るのかっていう認識論的な問題、さらにはどうであるべきかっていう価値的ないしは倫理的な問題、そういった問題がこれから見ていきますようにいつもこれやっぱりつながってるんですよね。3つやっぱり別々に議論することがなかなか難しい形で談合になっているという。それがこの事故をめぐる問題の一つの特徴ということであります。なのでこれからのお話、やっぱりこの3つがいろんな形でですね、顔を交代交代に出してくるというふうになると思いますが、まずはこの事故とは何かっていう、この何か問題からちょっと見ていく。話の出発点としてそこから話を出発をしていこうというふうに思います。それに関してもいろいろこういう問題があります。もういちいち読み上げませんけれども、そもそも事故は存在するのかどうか、存在してるから議論してるんじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、事故なんかないというそういう無我説というのもこの事故をめぐる哲学のある意味では非常に重要な有力な立場であります。存在するのかどうかすら事故は問題となっているということです。じゃあ存在するとしたらどういう仕方で存在するのか、存在しないとしたらなんで我々は事故について語っているのか、これもまた大きな問題となります。で、さらにこの事故、それからよく似た言葉として心というのがあります。この事故と心の関係、事故イコールもう心というふうに言い切れるのか、心と近いものとしてやっぱ体、身体というのがあります。この自己と身体の関係はどうなっているのか。いや、自己はやっぱりちょっと身体を除いたやっぱ心ですよ、純粋な心ですよ。これから見ていきます。例えばデカルトなんかそういうふうに本当に主張しました。いや、でもそもそも身体は心は身体とこの話すことは切り離すことはできない。多くの哲学者はそういうふうにも考えています。とすると、自己は単に心っていうだけではなくて、一色体になっている心と身体の結合体といいますか、複合体、それが例えば自己だという、そういうふうな考えもあります。で、さらにこの個人の身体を超えてもっと広がっている環境、これも実は自己に含まれてるんだという、より広げていこうという、そういうふうな考えもあります。私が考えているのは実はこの最後のバージョンでもあるんですけれども、そういった形でいろんな仕方で問題とされてした。いちいちちょっと触れませんけれども、こういった形で論ずるというのが自己について哲学をするという、そういうことの実質ということになります。はい。で、もうちょっとじゃあ何か問題ですね。ちょっと踏み込んで
いくつかの、ポイントというか、これまで議論されてきた内容をちょっと見ていきたいと思います。自己とは何か、何しろ自己の一番重要な、性質特性とは何かということで、多くの人がその自己とやっぱり一人称だという、ここに着目をしました。一人称っていうのは、これは言葉の中の認証代名詞ですよね。私とかあなたとか彼とか彼女っていうのがありますけど、その中の一人称っていうのは私だったり我々っていうのがありますが、そういったものとやっぱりいつも結びついてる。これが自己の特徴であると。つまり自己っていうのはあなたじゃない。むしろあなたにも自己がある。彼にも自己がある。でも自己っていうのは何よりもこの私の自己だ。私の考えで言うと我々の自己だというふうになります。やっぱりこういう一人称と決定的に強くですね、結びついてるっていうのがやっぱり自己の非常に重要な特徴だ。こういうふうにも、考えられてきました。つまり一人称的な存在なんだという。で、じゃあその一人称ですね、私とか我々というふうに呼ばれるっていうのは結局どういうことかというと、ここに書いておきました。主体とか主観というものと客観とか対象というこの2つに分けた場合、一人称性というのはこの最初の方ですね、主体とか主観性、こっち側にあるんだ。だから一人称性っていうのはこういう主体とか主観であるということ。で、自己が決定的に一人称っていうのは、自己は基本的には主体だったり、主観だったりする。だから客観とか対象にもなり得るけれども、一番基本的なあり方としては、この主体性、主観性が、そうなんだ。そういうふうな主張に結びつきます。ですね。で、客観とか対象ってことになると、やっぱりあなた、二人称のあなたで呼ばれる、ものは、やっぱりこれは向こう側、客観対象。三人称、彼、彼女、それというのは、やっぱりこの向こう側対象の、客観の側にあるわけですが、それに対して自己っていうのはいつもこっち側にある。そういった存在、これが自己のポジションがこっちだっていう、これが自己の重要な性質だ。そういうふうに議論されてきました。つまり、自己は不可避的に主体的主観性なんだと。ここから逃げることができない。クエスチョンマークつけておきましたが、そうじゃないという人もいるってことですね。でも多くの人はこういうふうに考えてきます。じゃあ、この主体とか主観、こっち側性って一体何なんですかっていう。で、これ実は一言に主体とか主観といっても、それも様々なバラエティ、強弱がいろいろあってですね、やっぱり哲学者によって自己はこれだ、ここだ、ここだっていうふうにいろんな議論が分かれています。ちょっとここに行きましょう。つまり自己っていうのはやっぱりこっち側にある一人称だとして、その主体とか主観っていうのが特徴だとして、どのような主体性主観性を持っているのかということであります。で、主体とか主観、いろんな事柄に即して言えます。なんか読むのが入ってますけど、すいません。まずは2つここでは取り上げて、認識に関してと行為に関してちょっと見ていきましょう。我々なんか認証的なものを情報に接して、それを知ったり、意識したり、認知したりしております。認識活動っていうのは、ごく我々普通に行っていることです。で、これ知る、知識、知ること、これ英語でknow って言いますよね。で、know というのがある以上は、その知ってる人、ノーアーがいるっていう。例えばこの後、デカルトはそういうふうに考えました。ノーアーなし、知る人がいない、知る主体のない知ることなんかありえない。そういう考えもあります。で、認識に関して、ある種この主体、自己が主体だっていう時の一つのバージョンは、まさにこのノーアー、知るもの、認識の主体ないしは認識のエージェントとも言えると思いますけれども、そしての自己というのがあります。で、これ非常にやっぱり積極的、能動的ですよね。いろんなものを頑張って知ろうとしている、そういう行為者、活動者、エージェントということでいうと、こういうふうに認識主体として見られた自己は非常に能動的、積極的な存在ということになります。一方、同じくやっぱり認識の主体なんだと、主観なんだというふうに自己を捉えたとしても、いや、そこまで強くないんだと。そこまで能動的、活動的ではないという、そういった捉え方もあります。だからこれやっぱりこの主体性、主観性とちょっと弱く捉える。ちょっと値切って考えるという、そういうふうな考えもあります。
で、それは、我々何かを知ったりするときには、世界を知ったり、何より意識をしたり、いろんなものを心にこう浮かべてこう見てるとしたら、これをなんか積極的にですね、エージェントとして見てるというよりも、なんかこう目の前にバーッと来るのをですね、いわば呆然とこう眺めてると。単なる目撃者とか、なんかこれ、絵がバーッとこう流れている、情報がバーッと流れている、その現場に居合わせてるだけ、遭遇してるだけ。でもそれある種の非常に弱い意味での、主体、主観であると。そういうふうに捉えて、自己っていうのは、実はそんな強い積極的なものではなくて、目の前でわーっとなんかこう動いてる映像とかこういった情報をですね、いわば横でね、座ってなんか呆然と眺めている、目撃者、遭遇者にしか過ぎないという、こういった自己感もあります。これ、自己は主体だ、主観だと言ったとしても、その主体とか主体の意味をちょっと弱く、緩く捉えようということですね。で、同じことが行為に関しても言えます。さっきは認識の話です。我々、日常、まさに今私話して皆さんは講義を聞いている。これ、やっぱり体を使った一つの行為、アクションですよね。我々いつもこういうアクションをしながら生きているわけですが、やっぱりそのアクションには必ずアクションをしているもの、アクションの主体エージェントがいる。広く言って英語で do をなんか行為をするっていうふうに考えると、do があったら必ず do をしているもの、doer っていうのがいるんだと。で、これが自己だ。自己っていうのが何よりもこの身体行為をしている、そのエージェントなんだ、活動体なんだ。そういうふうな考えもあります。私大体これ今度は私の話をするときにはここからちょっと出発していきますけれども、そういう考えがある。それに関してもさっきの目撃者バージョンの弱いですね、考えも当然取ることができます。我々はこの行為の主体なんだけど、実はこの体が動いているのをいわば目撃しているだけで、すごいなんか動いてる、どうなってんのみたいな感じで、その行為に常に遭遇してるだけだっていう。こういう行為に関する自己の主体性を割と軽く弱く見積もるといったそういう立場もあります。なので一言でこの主体、主観、一人称といったとしても様々な見方があり得るということです。でこういったのも重なってた。すいません。これさっき重なってた部分ですけれども。で、これまでまたちょっと別の側面で言いますと、これまで、自己っていうのを、強弱いろんな意味がありますけれども、認識とか行為の、主体、主観だと考えていた。多くの場合、そういうふうに考える人は、自己は存在するんだと。やっぱりリアルなんだと。何らかの仕方でやっぱり存在してるっていう。自己に関するリアリズム、実在論という言ったらいいでしょうか。そういった立場に、関与してきました。コミットをしてきました。それに対して、ちょっと最初にも言ったように、割と、現代の少なからぬ哲学者は、いや、そうじゃなくて、自己っていうのは単なるフィクションだと。虚構なんだと。つまり実在してない非実在物だっていう、と思われるかもしれませんが、そういうふうな主張もあります。これまた、来週ちょっと見ていきますけれども。で、そういう、自己に関する非実在論、アンタイリアリズムっていうのもあるということ。じゃあ、フィクションだとします。じゃあ、そのフィクションでもいろんなバージョンがあって、やっぱこれ便利なフィクション。これがないとやっぱり生きていけないフィクション。これは後で見ていくヒュームはこういうふうに考えたというふうに言えると思いますけれども、というふうに考える人もいれば、いやいやもう実はあれは不必要。どころかですね、もう有害。だからもうやめましょう。自己なんて考えるのやめましょう。これある種の仏教思想っていうのはやっぱりこういう立場を立つということですね。そうやっていろんな立場がありますということでした。あともう一つ自己に関する重要な性質という面白い性質っていうのを見ていきたいと思います。これは不可到達物化という。不可到達っていうのはあんまり聞いたことがないかもしれませんが、これ日本語ではない、まだないと思いますが、現代の中国語としてあるらしいです。こういうの。どういうことかちょっとお話をしていきましょう。最初にちょっと読みませんでしたけれども、自己とは何かの問題の一つの大きな争点は、自己生まれてからですね、今日まで亡くなるまで人がずっと同じものとして同一のものとしてとどまってるかどうかということです。で、これ本当に意見分かれてます。なんか同一だろうと。
10年前、何十年前でもやっぱり私は私なので、同一だっていうふうに考える人も当然います。我々の日常的な考えはそれに近いかもしれません。いや、同一とまでは言うのはちょっと、きつすぎると。そこまで言えない。でも何らかの仕方で連続してる、ベターっとやっぱ何十年間事故っていうのは切れ目なく存在している。そういうふうに考える人もいます。それも否定する人もいるんですね。実はもうぶつ切りっていうか、あると連続している同一であると思ったらまさにこれは幻、ないしはフィクションであって、本当の事故っていうのはもうぶつ切りで、せいぜい何ていうんですかね、下手したら数秒とかですね、数分ぐらいしか存在してない。それがいわば談合のようにこう並んでる、ブツブツのものが並んでるものにしか過ぎないというような考え、様々な考えがあります。いずれにしても、この同一に問うのか、ベターと連続しているのか、バラバラなものが並んでるだけなのか、は別として、いろんなバージョンがあり得るとして、いずれにしても、私は存在する限り、生きている限り、自己でないものにはなり得ないという。多くの人たちがそういう考えを持ってきました。例えばこれ、下に書いてます。もう私ですよね。皆さんも。いろんな性質、属性を持ってます。例えば私は今日こういう黒い服を着てます。皆さんも今日はある服を着てる。で、また服を着替えたら別の服を着る。みたいな形で、服はいろいろ取っ替え、引っ換えすることができます。例えば職業とか身分、学生さん、数年間学生がおったら次別のものになる。職業も転職したら変えることができる。場合によってはこの顔、容姿も手術によって変えることができるかもしれませんし、どんどん機械化していって、もうサイボーグになっちゃうことも、SF チックですけれども、できるかもしれません。国籍、私日本国籍ですけれども、それなんとかして、例えば別の国籍に変えることは一応これ法的には可能です。性別も、これ今、変えることは一応可能、法律的にも可能と、多くの国でなっています。で、そうだったとしても、こうやっていろいろ取り替えたとしても、結局私は自己は取り替えることができない。自己でなくなることはできないという。これがこの自己の一つの重要なあり方、自己から逃げられないということです。で、もう少し言うと、さっきの服とか職業とか国籍、取り替え、いろんなもの取り替えられる。でも、そもそもそういうもの全体として、もうやんぺっていうのは可能ですよね。国籍、日本からアメリカにしました。アメリカのどっかからしました。でももう国籍なんかもう嫌だと。私は無国籍だと。それはあり得る。ですね。これ、そういう実際人はいると思います。容姿がなくなるというのはちょっとなんか SF チックですけど、なんか将来のなんか、ちょっと科学技術が発達してですね、容姿なしのなんかもうコンピューター上に再現された事故みたいな、そういったこともあり得るかもしれません。でも、そうやって様々なこういう属性はなくすることができるかもしれないけど、結局私は自己がなくならない。これがやっぱり死後から逃げられないっていう一つの特性ということになります。また別の言い方をすると、我々しばしば自己を客観視します。自己を反省したりして、僕は今こういうことを考えてるなって、僕ってこんな人間だなっていうふうに思うわけですが、それはやっぱりこの自己を見ている、比喩的に言うともう一つ別の上から見てる自己がいる。でもそれはだから自分はこの、前にある自己から抜け出してですね、自己から抜け出せてるのかというと、結局見られてる自己からは抜け出せるかもしれないけれども、その見られてる自己を見てる側ですよね。一つ空中に浮かんでる、その自己から逃げることができない。その空中に浮かんでいるやつをもう一回やっぱり3メーターぐらい上昇してですね、また見たとしても、その一番上にいてる自己からは逃げられない。そうやってどんどん自己反省っていうのを重ねていったとしても、最終的にどこまで行っても逃げられないという、そういうふうなこともある。つまり自己ないしは私は自己ないしは自己っていう性質、自己性からは逃れることができない。避けることができないというよりは、まさにもう最初からがっつりですね、掴まれていてそこから逃げ出すことができないという意味では、不可避っていうよりも、この不可到達とか不可脱という言葉の方が適切だと思いますが、それが自己の大きな性質だと。これ単なる概念的に、要するに自己は自己だっていうなんかトートロジーを言ってるっていう方だけではなくて、やっぱり我々この日常の一人称的な感覚、経験、これしばしばフェノメナロジー、現象学と言われますけれども、そういう我々のやっぱり一人称的な体験的な事実でもあると。それは自己の大きな性質だというふうに言われます。ただし、これまた来週にちょっと言いますけれども、いや、実は逃げることができる。そういうふうに考える人もい
います。無我説の立場に立ったら、この逃げられないと思ってる、自己は、これ単なる自情自爆であって、それはポンと逃げることができる。そういうふうに主張されることもあります。これも自己の大きな性質ということになります。こういうふうに、自己に関して哲学で議論されてきた性質、ちょっと並べてみました。やっぱり哲学の議論というのは独特でですね、自己とは何かというような議論をするときに、割とこの抽象的な言葉が出てきて、でもそれぞれやっぱり我々の切実な実感とやっぱりつながっているわけですけれども、そういう事柄に関して議論がされてきました。この後はちょっとですね、具体的に、歴史上ですね、その自己に関する哲学的自己論のちょっと重要なやつをですね、おつまみ的に見ていくことで、何個か見ていきたいんですが、割と無時間はいってますね。ちょっとこのデカルト、ヒュームぐらいで止めますかね、そうすると。はい、で自己に関しては本当に古今東西さまざまな哲学者がそれについて論じてきました。もう西洋哲学でももちろんもう古代ギリシャから自己っていうのは大きな議論のテーマでした。でも広く言ってやっぱ近現代の西洋哲学のやっぱり自己に関する議論の出発点というのはやっぱり17世紀フランスの哲学者デカルトの自己論であります。でそのデカルトの自己っていうのは一言で言うとこの1行目に書いてます。デカルトの自己イコールもう私、もう完全に私にしちゃうんですね。なんで私かっていうのはまた考えていきたいところなんですけれども、一人称単数かっていうのは考えていきたいところですけれども、一言で言うとあらゆるものの存在をですね全面的に疑うというこの非常にラジカルでむちゃくちゃな会議っていうのは全部疑います私はみたいな、そういう会議をしたときに、これ方法論的会議と言われますけれども、その会議から逃れる唯一のサバイバー、この目の前のコンピューターが存在しているかどうかも疑わしいとか、このカメラが存在しているかどうか疑わしいと。で、このカメラの前に皆さんがいるかどうか疑わしいとしたとしても、この疑ってる私の存在だけは疑えないと。なぜかというと、この疑い、ラジカルな会議というのは、まさにこの疑いというそのものの活動が前提せざるを得ないですよね。自分の足元、これひっくり返しても自分の足元が掘り崩されてしまいます。したがって何も全面的に疑うというこれむちゃくちゃ強力な会議をしたとしても、この疑っているというこの活動自体の存在は疑うことができない。この疑っているということがある、活動が実は事柄として存在しているということは会議に対して逃れている、それに対して免疫を持っているということで、会議免疫的っていうふうに言える。これはデカルトがすごくシャープな議論を展開して発見したっていうか見出したことなんですね。なので全てを疑ってもこれだけは疑えないということで、実はこの私自己っていうのはこの世の中で最も確実な事柄だということになります。で、これはいいんですけど、その後デカルトはさらにプラスアルファのことを言っていて、とにかく疑ってるっていう事柄、活動、アクティビティがありました。これは疑えませんと。で、そういうアクティビティがある以上、やっぱりその活動してるやつがいるはずじゃんっていうですね。活動がいたら活動の主体、主観がやっぱりいるはずだ。これはもう当たり前だ。そういうふうな言い方をします。そしてこの主体は単なるこの活動の主体性、主観というだけじゃなくて、全てのこの活動とか様々な性質がそこにぶら下がっている。全ての性質の基盤となっている実体だ。そういうふうな言い方もしました。なので、結局はこの自己っていうのは、この疑う、さらに一般的に広げて言うと、疑いというのは考えるという活動の一つの特殊例ですから、考えるという活動はこれはあって、その活動をしている、これ存在しているはずの活動の考えるという活動の主体、C主体、ないしはそれを考えるという活動をそこにぶら下げている、その下に下支えしている C 実体だということになります。で、実体ではなくならないっていう、それもデカルトの考えなので、この自己はなきゃならないっていうので、グッドニュースっていうことで、私知りませんという、こういうふうな話になります。あと、ヒュームだけちょっと行きましょうか。で、
こうやってデカルトが出してですね、これカンカン、ケンケンガクガクのですね、議論を読んで、大体これに納得するやつはいないっつうか、後の哲学者はやっぱこのデカルトをボコボコにこうやっつけていくっていう、これが一つの自己論の流れになります。そのうちの一人として、例えばデイビッド・ヒューム、18世紀のスコットランド、イギリスの哲学者でありますが、彼もこの自己に関して非常にラジカルな主張をしたということで有名で、これ完全にアンチデカルトなんですね。で、彼のヒュームの有名な自己とは何ぞや、何か問題に対する答えっていうのは、自己というのは単なる知覚の束だ。我々いろんなものをこの感覚してますよね。今なんか私ビデオを見てます。皆さんもこの画面を通じて私を見てる。で、いろんなものを聞いたりしている。で、感覚ですから、例えば感情を持っても構いません。様々な思考みたいなものが心の中に浮かんでいてもいいんですけれども、結局自分の心の中を見たら、そういう知覚、一つ一つの知覚、視覚とか聴覚とか、感情とかこれはいいなとか嫌だなとか、ある考えとかは、それはずっとやっぱり心の中に浮かんでは消えてるんですが、どこにも主体はいないと言ったんです。私やっぱり自分の心の中見ましたと、ヒュームは。で、知覚はたくさんありましたと。で、私が知覚できるのは知覚だけであって、知覚者なんてどこにもいない。私が知覚できるのは感情だけであって、感情を持ってる主体、感情者なんかどこにもいない。これがヒュームの主張です。これやっぱりヒュームはそういう体験というか実感を持ってたんでしょう。で、ヒュームから言わせれば、知覚できるものなんか存在する。後のものはもう存在しない。疑わしい。なので、知覚できるものは、知覚はあるけど、知覚者なんかいない。なので、デカルトが言った知覚の主体、C 主体、C 実体としての自己なんか存在しない。言い方を変えると、自己は何かっていうと C 実体でも C 主体でもなくて、目の前にこのゴロ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 心の中に、ある、こういった様々な知覚の統一性も何にもない、もうバラバラなものが単に寄せ集まってるだけの、束、集積物に過ぎない。こういうふうに考えました。で、それに対して、でもヒュームはですね、じゃあ自己なんかないのか。どっちかというと、ヒュームの答えはないんですね。ある統一体、連続性、同一性を持ったようなもの存在しない、主体なんかも存在しない。でも我々はある種の同一的な連続的な、そして主体としての自己について語っています。これは結局我々が持っている、事実とは異なる事実に反する信念にしか過ぎない。こういうふうにヒュームは考えます。なので自己っていうのは事実に対応してない信念ですから、要するに単なるフィクション、自己は存在しない。そういうふうに、哲説として考えることができますが、ヒューの場合、この信念、これがなかったら我々生きていけない。これはまさに不可欠。我々のこの人生とか生活とか人との交わりとか社会、すべてこの上に乗っかっているので、これは正しくもないし、合理的でもないし、経験もできないような信念だけれども、これ実はヒュームの言葉ではなくて、ヒュームの研究者がつけた言葉ですが、この自己っていうのは自然な信念だっていう。この自然というのはヒュームの一番最強のジョーカーみたいなカードで、これがある限りは、これがいかに非合理であろうが、経験できなくても、これが我々のやっぱり生活の基盤だ。そういうふうにヒュームは自己を捉えました。はい、ちょっと一旦ですね、この後今日はカントも行こうと思ったんですが、長くなっておりますので、一旦ここで止めて、皆さん今ありますか？いろいろ質問とか来てるんでしたら、その中でちょっと見ていきましょう。ちょっと続きをどうするかっていうのをちょっとだけ言って、今日カントの話をするつもりでした。でヒュームはさっき言ったカントはこのヒュームもひっくり返すと。デカルトもひっくり返す。その、バッサリと切ったですね、この刀で今度はヒュームをバッサリ切るという。じゃあカントがいかにしてデカルトとヒュームをバッサリ切ったかっていうのを、今日はちょっとお話をできなければ来週に回します。で来週そもそも今度はこのハイデッカーで、今度はこのみんなをバッサリバッサリ切ったカントをハイデッカーがバッサリ切った話は切ろうとした。どうやってこのカントをひっくり返そうとしたのか。それも続いてちょっと見ていきたいと思います。で、それからハイデッカーって言っても1970年代にもう亡くなった人ですので、それ以降も実行に関する議論と延々と今活発に続いています。そういった現代の自己観というのをちょっと触りですけれども見ていって
て、それからこういう、西洋の流れだけではなくて、やっぱりアジア的な自己観っていうのもちょっとざーっと見て、最後は京都学派の創始者である西田喜太郎の、自己観もちょっと見ていくという、こういうふうな形でやっていきたいと思います。で、ちょっとここで一旦止めて、あれですか、はい。はい、ありがとうございます。もう、たくさんあってですね、これだけでもお腹いっぱいですから時間がないんですけど、ちょっといくつか、ピックアップしてお答えをしたいと思います。ですね、例えばそう、寝てる時に事故あるかっていうことですよね。事故がこのなんか意識となんかする時に、寝てる時に事故があるか。これ、やっぱり大きな問題で、一つのラジカルな考えで言うと、寝てる時に事故がない。事故がぶつ切りだっていう、来週ちょっと言いますけれども、ミニマムセルフのある種の考え方を取ると、事故ぶつ切りなんで、寝てる間事故ありません。だから、寝てる後と寝とる前、なんか連続してるように思ってるのは、ある種の錯覚で、記憶が残ってるからなんですけど、その間は切れてるという、そういう考えもあります。で、例えばデカルトとかは、やっぱり寝てる間も存在する。その時は事故どうしてるねん。簡単です。寝てるんです。で、今何して事故起きてる。つまり事故には2つのモードがあって、要するに寝てるモードと起きてるモードがあって、ないしは顕在化、全面化している時と潜在化、後ろにのいている、後傾化している、こういうふうな2つのモードっていうのを用意することによって、寝てる時も要するに簡単に言って事故は寝てますよ。でもなくなってるわけではない。グー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 いびきかいてね、事故は寝てるってそういうふうに考える人もいます。で、例えばそうですね、エージェントって主人公かって主人公と言ってもいいかもしれませんが、これも来週ちょっとナラティブセルフというふうにお話をします。この考えによるとまさに事故っていうのは物語の主人公なんですね。いろんなゲームでなんか相手を倒してですね、ラスボスまで行くみたいなああいう主人公がいますよね。それが事故だっていう、要するに物語のキャラクターだ。そういうふうに考えることもできます。で、このキャラクターも見ようによってはエージェントの一種です。なので、エージェントとキャラクター、主人公の関係でいうと、エージェントというのは広い概念ですね。いろんなものに当てはまる。でも、そのエージェントのある種のバージョン、形というのは、例えばそういう物語とかの主人公、メインキャラクターというふうに呼ぶこともできます。で、そうですね。あと何でしょうか。AI は事故を用いるかどうかっていう話も、これも非常に面白い話で、ちょっとこの関東のところでちらっと言ったんですけれども、これも今大きな、なんて言いますか、論点です。じゃあ AI と例えば普通の僕らですよね。僕らは何かと BI なんですね。ブレインインテリジェンスなので、我々は A クラスじゃなくて残念ながらもう負けて B クラスなんですが、この AI とこの BI との何が違うのかいろいろ違います。が、一つは我々がさっき言ったですね、ある種のこの一人称的な感覚を持ってる。いろんなものをですね、この単に、なんていうの、客観的に機械的に情報処理をするだけじゃなくて、やっぱ目の前のこの赤だったら赤がまざまざと見ていたり、ある種の感情をヒリヒリと感じたり、痛みを感じたりするような、そういう一人称的な感じ、これしばしば今日ではクオリアと言われますが、このクオリアを持っているのは何で持っているかはもう大問題で、なかなか説明できないんですが、BI の特徴と。で、AI ももしかしたらこれは持ってるのとかかもしれませんが、持ってない可能性が高いと。だから AI と BI の違いはクオリアを持ってるか持ってないかです。じゃあ AI でも事故があるかという一つの鍵は、事故クオリアなしでも持てるかあり得るかってこと。我々はやっぱり自己感持ってますよね。ヒリヒリと自分つないてですね、大事だと思ったり、なんかもう自分は嫌だと思ったりして、事故に対するこの一人称的な感情を持ってます。事故に関してやっぱり交流は持ってるんです。じゃあ AI がある種の自己認識、セルフモニタリングみたいなものをしてて、でも交流は持ってなかったら、これ事故があるかないか、言えるのかどうか。で、これ、クオリアが事故にとってもう、
それこそエッセンシャルかどうかっていう考えにおります。それからカントはどう考えているか。非常に意外に思えるかもしれませんが、カントは自己にとってクオリはいらんと言ったんです。だからカントは自己、ロボットでも AI でも持てる、あり得る。そういうふうな考えです。で、カントによっての自己っていうのは、世界を作っちゃってるってすごい自己なんですけど、それ超越論的自己って言います。で、とすることは、カント自己に交流はなくてもいいっていうので、超越論的ロボットありっていうのがカントの考えです。これ来週またちょっと来週2週間後にお話をします。ちょっとこんなもんですかね。すいません。あとまた時間がもう一回帰ってきて、なんとか答えたいと思います。はい、ヒューモンについても本当にいろいろいただいてます。ありがとうございます。ということで、ちょっとカントも後回しということなんですけれども、こういう形で、お話をしますが、この講義はですね、ちょっと最初に言いました、こういう、いろんな人の洋の東西の哲学者の自己観を、はい、あれこれでした、これでした、これでした、並べて、はい、じゃあ頑張って考えましょうで終わるのではなくて、むしろこのメインでは、私が今、考えている、提案しようとしている、展開しようとしている自己観について、やっぱりそれをドーンとお出しをして、それに関して一緒に考えていきたい、そういうふうに考えております。なので、もう一回振り出しに戻って、最後、今日もう一回そのあたりをちょっと終わって、触れて締めにしたいと思うんですけれども、やっぱり振り出しに戻りましょう。もう一度、デカルトが言ったカントが言ったその昔のおっさんが何言ったかとりあえず置いといて、やっぱりこれ自己とは何か、我々皆さん一人一人、ちょっとやっぱり考えましょう、考えてみましょう、いただきたいということですよね。自分なりにああいう抽象的な言葉がざーっと並んでましたけど、自分なりにじゃあどう考えるのか、これが非常に哲学にとっては決定的に重要であります。で、私の答え、これからご説明をしていきます。急に言われても何のこっちゃかわからないと思いますけれども、私の答えは我々としての自己です。自己っていうのは先ほども出てきました認証代名詞一人称単数の私ではなくて、実は複数の我々だ、こういうふうに考えてみたらどうか、これが私の基本的な発想です。自己に関していろんな知覚の束だとかですね、陳説記説みたいなものが哲学の中でたくさんあったんですが、自分で言うのもなんですが、これもかなり陳説記説であると言わざるを得ない。ただそういうことをちょっとこれから頑張ってですね、皆さんに説得的になるような形でお話をしていきたいと思います。で、この一つはですね、この我々の自己っていうのは、これアトシの提案として出したいというふうに考えています。だから自己とは何かに関する一つの提案だ。だから事実としてこうであるという、実はそういう側面も私あるんじゃないかと睨んでます。これまたちょっと次回以降にお話をしたいんですけれども、でも一方でこれは提案なんだ、新しいプロポーザルなんだ、そういうふうに考えています。つまり自己とは何か、自己観というものを通常やっぱり私、単数ですよね。ここから我々へと180度、これしばしばカントの言葉でコペルニクス的転換というんですけど、そういうふうにガラッと転換することも少なくとも可能ではないかというふうに私は考えています。で、その転換っていうのは簡単に言うと、要するに私ファースト、私がまずあって、この私が必要に応じて時々なんかグループとかに入って我々の中に入っていきますよ。私が何人か寄せ集まってより集まって我々ができますよ。でもまたバラバラになったら我々なくなりますよ。私がファースト、私はなくならない。でも我々は時々出たり引っ込んだりする。そういった私ファーストの考え方から我々ファーストの考えに行きましょう。常に我々がある。我々がないと私は存在しない。先ほど自己は不可到達かどうかって話をしました。私のこの我々としての自己観から言うと、自己は我々で、そしてこの我々が不可到達だ。私はもはや自己ではなくて、自己を構成する一エージェントにしか過ぎないんですけれども、この私にとって我々から良くも悪しくも逃れることができない。こういうふうに考え方を変えましょう。で、自己観を変わってもガラッと180度変えたら、やっぱり自己と世界とは何かで結びついてますよね。その他のことが全部変わってきます。本当にこの自己観っていうのをある程度変えたら、やっぱり我々のやっぱり生き方が変わっていきます。それから人間関係についての見方も変わる。
当然その人間関係の集まりとしての社会、人間だけではない世界全体のものの見方、そしてこの人間とか世界に対する倫理のあり方、法制度のあるべき姿、もうこれ大きく変わる。もうこれ自己観ひっくり返したらあとむちゃくちゃ変わってきますよね。これやっぱりどういうふうに変わっていくかっていうことも、思考実験をしながらちょっと時間がある限りお話をしたいというふうに思います。で、先ほど最初の自己の問題というのは常に価値とやっぱり結びついていた。ただ単にこれは自己をこういうふうにちょっと考え方変えてみましょう、せーのでやってみましょうっていうだけではなくて、やっぱり私の提案というのは価値観もくっついていて、僕としては、ややこしいから僕と言いますか、私としてではなくて我々として生きる方がいろんな意味でいいんじゃないかというふうに考えています。ちょっとより強い言い方ですると、私としてではなくて我々として生きるべきだ、ないしはそっちの方がいろんないいとこがあるんじゃないか。全部こうプラスマイナス取ったら本当にプラスになるかどうか微妙なところですけども、少なくともいいとこがあるんじゃないかというふうに考えています。で、そういうこの我々としての自己、これある種の提案で、提案ということはこれが事実としてあるかということよりも、これを取ったらこういうふうないいことがありますよという、そういう帰結の良さを根拠というか理由として私としては提案したいというふうに思っています。で、じゃあそのどういう良さがあるのか、ないしはどういうモチベーションがあるか、これまた後にお話をしますけれども、今日はちょっと最後に一点だけお話をしたいと思います。それはある種の実存的な苦悩をこの我々自己を私として考えるよりも我々として考えた方が我々の人生、生き方は少し苦痛が少なくなるんじゃないか、そういうふうに考えています。そこをちょっと最後にお話をしたいというふうに思います。やっぱりそう単なる思考実験というか、こういうふうに考えたら面白いんだろうということだけではなくて、ちょっとこういう理由も背後にあるということであります。で、自存的苦悩というのはエグゼステンシャルサファリングというふうに言われるんですけれども、世界とこの人間存在、自己の在り方そのものに根ざすような苦しみ。苦しみっていろいろありますよね。やっぱり病の苦しみっていうのもあります。怪我をして体が痛いっていうのもあります。それから経済的な苦しみ、貧困というのもあるでしょう。様々な人間関係の苦しみとか、社会の不正による苦しみっていうのはいろいろあると思いますけれども、この実存的な苦しみっていうのはそういったものとやっぱりちょっとカテゴリーが違う。だから健康状態とか経済状態とかそういったものが改善されて、どんなに健全でどんなにお金持ちになってもなくならない苦悩。なぜかというと、それは世界とか自分とか自己とか人間の在り方に根ざしているからということであります。で、それしばしばそういった苦悩を感じない人もいるし、感じる人、敏感な人もおられると思います。そういった苦悩はしばしば例えば宗教による救済の対象というふうにされてきたというふうに見なすこともできます。もちろんそういったやり方、方向性もあると思いますが、実際そうやって救われている方々、今日でも数多くおられると思います。で、一方でこの哲学もやっぱりそういう実存的な苦悩に応えよう、少しでも緩和をしよう、そういうふうな営みもなされてきました。やっぱりそれは宗教とは違って哲学、ちょっとやっぱりやり方違う、アプローチの仕方、処方性がちょっと違う。いろいろどこが違うのかっていうのは大きな問題で難しい問題ですけれども、やっぱり宗教というのはやっぱりこの実存的な苦悩から救ってくれる救済者、それはキリストであったり神であったりブッダであったりするのかもしれませんが、それは絶対に存在している。で、それは絶対に正しいという、こういうある種の絶対的な信仰がこれ前提で、そういった信仰のない宗教というのは、もしかしたら単なる頭の中の宗教、机上の空論かもしれません。救済者に対する絶対的な信仰というのはやっぱり宗教で非常に重要な、いい意味ですけれども、ポイントだと思います。で、哲学はそれを置かないんですよね。で、私がこの話をする、私教祖さんでも何でもありませんので、皆さん私のことを絶対的に信じるのは全くなくて、むしろどんどん批判していくことによって議論が進んでいくということであります。で、そういった実存的な苦悩、いろんなものがあって、皆さんもいろんなものを今心に思い浮かべておられると思いますが、その中の一つに実存的孤独というのが私はあるんじゃないかというふうに思います。
これはある種の我々の人間の事実であるとともに、単なる客観的な事実というよりも、やっぱりこの苦悩という、そういう主観的な彩りっていうのも持った、そういう非常に複合的なものだと思います。で、これは私は、ある種の自己観、自己を個人、個体と考える。先ほどのデカルトも全くそうでした。それから、ヒューもそうでした。これから見ていくカントもそうです。それからハイデガーもそうです。多くのやっぱり今日までの哲学者は自己を個人個体というふうに捉えてきた。それはある意味では正しいというか広く、流通している考え、皆さん私も通常はそういった自己観の中に住んでいるというふうに言えます。でそれは何を言っているかというと、この私ですよね。私っていうのは世界の他の全てのもの、世界にむちゃくちゃたくさんのものがありますけれども、その全てのものと私は別個なんです。ディスティンクトです。同一ではないんです。で、私、同一であるやつはいるんですけど、世界で一人だけいるんです。それ誰かっつうと、私ですよね。同一性は私に対して閉じている。私は私と同一なんだけど、私以外の誰ともこの世の中に、その人がどんなに私に近しい人、愛しい人、大切な人であったとしても、私はその人と同一ではない。お前何当たり前のこと言ってんだというふうに言われるかもしれません。でも、別の言い方をすると、私っていうのはこの世界のただ中にあって、いろんなものがあって、いろいろ親しい関係を持ってるんですけれども、同一性という観点で言うと、結局自分とでしか同一ではない。つまり同一性の壁があって、私と世界の他の全てのものの間には同一性の壁みたいなのがあって、私は自分の中、その中にの私だけで、その他みんなはその外側にいるという。いわば世界の中の同一性の壁に囲まれた独房に閉じ込められて、それが私の人生だ。個人的な自己観を持つ限り、そういったような見方っていうのはどうしても出てこざるを得ないというふうに思います。つまり我々は生きている限り、その終身のこの独房系に処されているっていう、そういうふうに言えるんじゃないかと思います。で、つまりそれはいいじゃんっていうね。だってここも私からしか入ってこないお城があるんだっていいかもしれません。でもこれはいろんなことの原因になっていて、つまり別の言い方をすると私と他の全てのものは別個ですから、他のものがなくなって死んだり壊れたりしても私は存在する。私が死んだり壊れたりなくなったとしても他の人は存在する。つまり存在に関して完全に別個だということであります。とすると誰かが死ぬ、そういうことが起こります。いなくなってるとか壊れちゃう、なくなる。それはもう完全な不可逆的ないしは修復不可能的な別離。これがやっぱりここから出てくると思います。死っていうのはやっぱり嫌なことです。親しい人は亡くなるのは嫌だ。自分が死ぬのも嫌だ。その嫌さの一番の多分一つの根本の一つは別れざるを得ない。そして二度と会えないということにあると思います。この恒久的な別離っていうのがある。で、なんで別々になるかっていうのはもともと古代簡単です。別々からだからです。別々だから当然別れるというのが起こる。だからあなたと私が別個存在であるということが結局はいつの日かは二人は決定的に別れざるを得ないという、こういった出来事というか、理解の原因になっていると思います。でそこをゼロにできない、この、チャラにはできないというふうに思ってますけれども、自己自身をやっぱり個人だ、他と全部別個だというふうに考えるとこういう考えが出てくるので、その一番の根っこのところをちょっと考えを変えて、この最初から自己を複数化しましょう。そしてそこにはいろんな人が入ってくる。もしかしたら嫌なやつも入ってくるかもしれませんが、やっぱり大切な人も入りうる。その人が生きていようが、もう亡くなっていようが。そういうふうな仕方で自己を決定的に、複数化することによって、この同一性の壁を破る。ないしは、その壁の中にどんどん人が入ってくるような、来れるような、そういう自己観というのを我々持つことができるんじゃないか。そういうふうに考えております。はい。突然わけのわからんものを言い出したわけですけれども、一回ちょっと聞いて、あまり時間がありませんけれども、もう一度その、質問をいただいたりですね。これちょっといいですよ。どれです。はい。はい。はい。経験を、記憶して自分が自分であるように保ち続けるのは人間の
特性なのでしょうかと、これも非常に重要な興味深い、質問をいただいています。今これいろんな動物心理学、動物を対象とする心理学で動物自己があるかっていう、そういういろんな単なるあるかどうか考えるだけじゃなくて、いろんな実験をしてですね、その中で確かめてみようという、そういう研究が行われています。で、そのうちのあるやっぱ研究結果でいうと、全ての動物ということは言えないと思いますが、ある種の動物はこういう経験を記憶する記憶があって、かつこういう記憶と連動する形で自己の概念を持っているという、そういうふうな、本当に正しいかどうかは別として、いろんな実験結果が出てきています。だから動物も自己を持ち得るのか、これいろんな形でこうやったら自己を持ち得るよっていうなんか自己、テスト実験みたいなのをいろんな動物にやってですね、合格するやつ出てきてるという、そういう状況です。ちなみにもしかしたら佐賀県の方おられるかもしれませんが、佐賀県というのは日本で唯一自己を持ってる鳥が住んでるというこのすごい県なんですね、実は。で、カササギです。カササギっていうのはなんかね、大陸とか朝鮮半島にたくさんいる鳥らしいんですが、なぜか日本では佐賀県とその周辺にしかいない。で、この自己を持ってるかどうかのテストの一つが鏡見せて、その動物に。で、鏡が映ってるのは自分がどうかを何らかの仕方でどう思ってるかどうかテストして、自分と思ったら合格っていうのがあるんですが、鳥類でこれまで合格してるやつは唯一カササギなんで、つまり佐賀県というのは唯一その鳥が自己を持ってる県だという、どうでもいいことかもしれませんけれども、そういうことも今されてます。はい。もうちょっとありますか？どれがいいでしょうか？この下。これは OK か。OK。はい。他。どうでしょうかね。そうですね。はい。例えば、この我々としての自己についてもいろいろいただいております。それに関しては、この後お話をしていきます。例えば我々ファーストっていうのはやっぱり全体主義になるんじゃないかとか、ある種連帯責任になるんじゃないか。これは多くの方がやっぱり危惧されるっていうか、最初にまず思いつかれるある種のちょっと反論というか反応です。私としてはそうではならないことこそがこの我々としての自己の重要なポイントだ。本当にそう言えるかどうかは別ですけど、またお話をしますので、ぜひご検討いただきたいというふうに思います。で、それから例えば、我々としての自己というのは、例えば一般意思みたいなことを考えるという、そういう理想的な考えですかって、割とこの意思に今委ねるというちょっとご質問をいただいてますけど、ちょっと似てるところもあります。ただし理想的な一般意思とはちょっと違うところもありますので、これまたこの後の授業で、また議論をさせていただきたいと思います。で、我々としての自己と人権を両立させるのは難しいんじゃないか。人権の考えが誰かに変わると私は思っておりますので、人権概念自身は、そのまま、何しろ僕のことから言うと、より良い仕方で再定義、再構築できるんじゃないか。本当にいいかどうかご検討いただきたいんですけれども、そういうふうにも考えております。で、我々これはですね、実存的孤独を快適と捉える価値観もあるんですよね。そういう人にとって我々は拷問なのか、それまさにその可能性あると思います。やっぱりこの孤独、何かを嫌かいいか、サファリングなのか、これがいいかという、それはやっぱり最初はその人の問題です。なのでこの我々としての自己、これ私プロポーザル、提案だというふうに言いました。提案ということは、これを聞いた人がですね、それを全部同意したり採用したりする義理もへったくれも何もない。やっぱり自分なりの価値観、自分の考え、自分とは何者かということに合わせて、やっぱり採用すべきであるというふうに思います。で、採用しない方、ノーという方、これたくさん私おられるというふうに思います。全員の採用なんか全く無理だと、目指していないというか、それはもう無理だと思います。で、一つは、いや、これがいいという。ニーチェがそういう人でした。私、仲間と群れるよりも絶対的な実存的孤独者になりたいっていう、ニーチェは言ってます。ただ書いてるけど、本当はニーチェはそうじゃなくて、あいつなんか、割と生きがって書いてましたけど、全然お前やってると違わないかというのがありました。これはニーチェですから、あなたは多分違うかも、その人は違うかもしれません。
はい。いろいろいただいておりますが、そろそろもう時間ということですかね。もう一回ぐらいいってるね。はい。もう一つ我々といきましょうか。そうですね。いろいろあります。それから、我々としての自己は実際そうであるではなくて、そう思った方がいいかという、これもちょっと言いました。基本的にこれ提案、しかも価値観の提案ですから、そう思った方がいいと。そういうふうな提案として私は考えてますが、実はこれ、あんまりこの自己は我々だっていう人あんまりいないですね。僕は知らないのかもしれませんけれども、あんまり洋の東西そこまで生きてる人はいないんですが、一方で僕は、いや、ある種の、我々やっぱりなんかいろんな形で自己感、ぼんやりと明確じゃない仕方で概念化されてないけど持ってますよね。なんとなくやっぱ思ってる。その中のある種の部分というか、ある人たちが持ってる自己感というのは、実はこの我々としての自己感っていう、そうであるかもしれないというふうに考えています。ないしはそういった自己感をある場合は持ってある場合は持たないとか、共同作業をしている時にはやっぱり持ちやすいそういった自己感っていうのはやっぱりより現実味がある。そうでない時はそうでないみたいな仕方で、場面ごとにこういった我々としての自己感というのが実は現れている。潜在意識的に、先行意識的に、全概念的に持たれているのではないかという。それは予測も立てております。これはあくまで予測なので、実験によって検証をする必要があるということで、これから実は実験やりますんで、実は500人ぐらいの実験やって、その結果はもうすぐ、ちょっともうすぐのかもしれない今年中ぐらいには公表交換したいと思ってますので、実はこういう我々としての自己感っていうのは現に潜在意識的かもしれないけれども持たれている場合がある。でもしかしたら日本とか東アジアそういうのが他の国々よりも多いかもしれない、そういう予測を立てておりますので、これはあくまで予測ですので、これから実験をしてちょっと調べてみたいというふうに思っております。で、時間ですね。じゃあ最後にちょっとこれで次回ということであります。なかなか1時間ということでですね、たくさんのことをお話しできずに、しかもたくさん質問を寄せていただいて、全員全て答えできないのは非常に申し訳ないと思います。できればちょっとピックアップしてですね、次回の冒頭なんかでも何しろどっかでお答えしたいというふうに思っております。で最後のこの次回ですけれども、一応これ毎週土曜日にやるというそういう立て付けなんですけども、来週ちょっと私用事がございまして、なくなるだとどうでもいいんですが、大阪でコンファレンス会議があってですね、このコロナでせんだろうと思ったらやるというちょっとびっくりしてるんですが、やるそうなんで、ちょっとそれに出なきゃいけないということで、ちょっと1週間空けさせていただいて、2週間後の18日、時間は同じですね、2時から3時ということで、再開を、しましょう。でその間、実存的孤独なるものが本当にあるかどうか、それが快感という人もいるかもしれませんが、その場合はその快感を感じつつ、ないしは孤独をかみしめつつ、2週間後にまた再開しましょう。今日は本当にどうもありがとうございました。またお会いしましょう。